私も低価格帯の監視カメラで流星を捉えることができるか試してみて、それなりの結果を得ることができたので簡単にまとめてみました。今回使用したのは、屋外監視カメラとして販売されているワイズカム V3 と、室内用とされている TP リンク、タポ、TC73 です。私が使用する場合、どちらも外に置き去りにするつもりはないので、屋外用でも室内用でも流星観測に使えるのならば問題なしです。ワイズカム V3 の方は、Windows 11でフォーマットしたマイクロ SD カードがそのまま使えました。TP リンク、タポ、TC73 は Windows 11でフォーマットしたマイクロ SD カードではダメなようで TC73 側で初期化します。ただし、Linux で TC73 でフォーマットされたマイクロ SD カードは普通に読めました。Windows 11だと問題が見つかったというけど、一応読むことができます。他にたくさん動画があると思うので、各カメラのアプリやセットアップの話はここではしません。ファイルサイズが WiseCam V3 だと日付のフォルダ、時間のフォルダを作って1分ずつの MP4 ファイルに格納していくのですが、まるで AtomCam2 みたいですね。1時間分で 326MB で12時間記録してもこれだと 4GB いきませんね。TP リンク、タポ、TC73 だと 256MB ごとのファイルとして保存するようで、これが 15fps の時、長い時で約1時間半相当みたいなので、最小は12時間で 2GB くらいですね。星空観測に使ってみて、問題だったのは、暗視、ナイトビジョン、モードだと、赤外線 LED が発光してしまい、肉眼では見えない、何かハムシ、舞ってるホコリ、みたいなものが、たくさんチラチラ映ってしまうことでした。薄く白いものが横切ってるのが、たくさん映ってます。WiseCam V3 は、アプリから、この赤外線 LED をオフにすることができます。TP リンク、タポ、TC73 はアプリの中でこの設定を探しても見つからなかったので少し大変だったけど、筐体を開けて LED が載ってるドーターボードがあったのでこれを取り外しました。こういうことをするとメーカーの保証がなくなるので自己責任で、タポ、TC73 はもともとこういう用途では作られていません。私の使い方が間違ってるだけで、どちらのカメラでも流星を捉えることができたので動画を並べておきます。こちらが WiseCam V3 で捉えた流星、4分の1の速度にしてあります。こちらが TP リンク、タポ、TC73 が捉えた同じ流星、4分の1の速度にしてあります。WiseCam V3 のファイルの格納方式が AtomCam2 とそっくりなのに気づいて Python で書かれてる AtomCam2 用の流星検出ツールを紹介してるサイトがあったので試してみたら使用可能なことが分かりました。私が参照した記事は Astronomy、PyroSap、Tech の中にあります。Windows 11で Python 3.121で試してみたら使えるようです。記事を書いてくれた方とツールを公開してくれた方に感謝。こちらが実行例です。こちらは出力先ディレクトリを指定して実行。出力結果として静止画と動画がいくつか作成されます。必ず流星ではないので一つ一つ確認が必要になります。処理に少し時間かかるけど全部手作業で探すよりは楽だよね。タポ TC73 の方もPython スクリプトを少し変更してタイムスタンプ用の判定除外マスクを定義し直す、サイズと位置を変える、
と少し無理やりですが流星検出ができるようになります。ここではこれ以上は解説しません。おまけでつけた切り出して連結した流星です。4分の1の速度にしてあります。今回はここまでです。音声はボイスボックス四国メタンでお届けしました。ご視聴ありがとうございました。